期です。5年前に、次の疫病大流行を予測していたビル・ゲイツ氏のことはご存知でしょうか？ 2015 年の3月の、テド・トークスでのビル・ゲイツ氏のスピーチ。今の世界の状況を予言し警告しています。今の状況を恐ろしいほど言い当てています。そんな未来を見据え、警告を出していたビル・ゲイツ氏が、日本の未来について投稿したブログが大変話題になっていますので、ご紹介いたします。マイクロソフト社の創業者、ビル・ゲイツ氏が、今の世界の状況を予言するように演説したのは、2015年3月、8分少々のスピーチなのですが、その内容を訳すと、このような内容です。私たちが最も心配した災害が、今日、世界的な大災害の最大リスク。このようには見えません。代わりに、このようになります。今後数十年で、何かが1000万人以上、なら、感染力の高いウイルスである可能性が最も高い。ミサイルでなく、微生物。これの理由の一部は、核抑止力に莫大な投資をしてきました。しかし、私たちは実際に、流行を止めるためのシステムにほとんど投資していません。次の流行の準備ができていません。エボラを見てみましょう。問題は、十分に機能しないシステムがあったことではなく、問題はシステムが全くなかったことです。準備ができている疫学者のチーム、医療チームはありませんでした。人々を準備する方法がありませんでした。治療法を検討する人はいませんでした。どのツールを使用すべきかを理解する人はいません。足りないものがたくさんありました。そして、これらは本当に世界的な失敗です。ウイルスの発生源は、エボラのような自然の流行である可能性があります。またそれは、バイオ、である可能性があります。空中に広がるウイルスのモデルを見てみましょう。1918年のスペイン風邪のように、世界中に、非常に急速に広がります。私たちは心配する必要があります。2014年、何千人もの無私の医療従事者のおかげで、世界はエボラ出血熱の世界的な発生を回避しました。正直なところ、いくつかの幸運がありました。振り返ってみると、私たちは何をもっとうまくやるべきだったかを知っています。つまり、今こそ、シナリオの計画からワクチン研究、医療従事者のトレーニングに至るまで、私たちのすべての優れたアイデアを実践するための時間です。パニックになる必要はありません。しかし、私たちは始める必要があります。ビル・ゲイツ氏がブログに投稿した、日本は復活できるのか、というタイトルの記事がとても話題になっています。先月ビル・ゲイツ氏は、今夏に読むおすすめの本5冊を紹介しており、その中には、楽天の三木谷博氏と、三木谷良一氏による討論本、競争力も含まれていました。ゲイツ氏の記事は、その競争力に影響を受けて書かれたもののようです。私は日本が大好きで、数えきれないくらい日本に足を運んでいる。伝統とモダンのユニークな融合に魅了されているからだ。日本は、米国以外にオフィスを作った初めての国である。日本は世界経済の動向を追う者にとって非常に興味深い国である。1980年代の日本は、圧倒的な力強さを誇っていた。しかし現在日本企業の多くは中間の企業の陰に隠れてしまっている。またデフレにより日本経済は低迷してしまったわけだが、多くの経済学者は、日本だけの問題だと考えていた。だが、今ではグローバルな問題となっている。私は、
日本は復活を遂げると考えている。今でも日本は裕福な国なのだ。日本はこれまでにも、今よりもっと悪い状況から立ち直ってきた。第二次世界大戦後の日本の復活劇は皆が知っている。日本の生活の質は高く、教育システムも堅固なものである。80年代のような飛び抜けたリーダーとして姿を見せる可能性は低いが、それでも、日本の未来はかなり明るいと信じている。もしあなたが私のように日本に興味を持っている人間であるなら、競争力は、日本という魅力的な国の未来を見つめる上で、大きな示唆を与えてくれる内容であることがわかるだろう。この投稿に、海外から様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介します。今回の、椿のベスト反応は、カナダ人の反応。日本が戻ってくるなんてことはない。だって、です。思わず2回読み返してしまいましたので、選びました。日本はすぐに目覚めると私は思うよ。だって高い革新性とアジア一の技術力を持ってる国だもん。カナダ、ミスター・ゲイツが話してることは、お金とビジネス面でのことだね。品質に関して言うと、俺は中間の製品は手に取らない。アフガニスタン。自分はバングラデシュ出身で、今は日本企業で働いてる。僕が感じたのは、製品の価格は一番の問題ではないということ。最大の問題は、日本人の考え方にあるように思う。彼らはとても保守的で、いつも安全な道を選択しようとする。リスクを取ることが絶対にないんだ。バングラデシュ。日本は今でも十分経済的な巨人のままだと思うけどな。台湾。確かに世界中の人間にとって興味深い本だと思う。特に日本に関心がある人にとっては。ルーマニア。もちろん日本は復活するさ。今はその途中にあるんだ。イギリス。日本には不可能はない。俺はそう思ってる。バングラデシュ。他国との競争についてビルはどう考えてるんだろう。個人的にはさらに成長するためには必要だと思ってるけど。アメリカ。労働力も原材料費も中国や韓国の方が安いから。あとは経済的に停滞してしまってる中じゃ。新しい製品とかを出すのはやっぱり難しいんだろうな。インドネシア。日本の最大の間違いは、ものづくりから投資に移行したことでは、日本が抜けた穴に中国が入った。中国の技術力の程度についてはともかく、富を獲得することに成功したのは事実だ。ボスニア・ヘルツェゴビナ。日本は今でも素晴らしい国じゃないか。だってうちや中国と比べたら資源に限りがある国なのに、今でもこれだけの地位にいるんだぞ。アメリカ。今の日本人にとって、仕事は最優先事項じゃないんだよ。ウガンダ。科学技術の進歩は日本とドイツから始まった。インド。これは確信してることなんだけど、中国と韓国は日本を追い越すために、細かな部分で日本の製品をコピーしてるんだよ。俺が間違ってる可能性はなくもないけど、あるとは考えにくい。ヒュンダイとホンダの車を比べればわかる。ナイジェリア。ああ、もちろん太陽はまたその姿を見せるさ。インド。日本は高品質の製品を作り続けてるからね。俺の家にある日本製品は買ってから40年くらい経つよ。それでも今でも絶好調なくらいだし、PPP 発行後の動き次第で復活できるはず。オーストラリア。日本の技術力は失われたわけじゃなくて、いわば冬眠状態にあるだけなんだと私は思ってる。安い製品って結局長持ちしないからね。長い目で見たら、そういう製品を作ってる国は、最終的に転落していくことになると思う。アメリカ。
日本企業はどうも団結できないところがあるからね。オーストリア。日本の底力を舐めちゃいけない。日本は復活するよ。アメリカ。日本は理想的な技術力を持つ、豊かな国。日本の代わりになれる国なんか存在しない。国籍不明。俺も日本はまた強大な国として復活するって信じてる。アメリカ。日本の文化はすごく異国的で、そこに魅了されてる。それに日本ってびっくりするくらい綺麗な国でしょ。スペースの使い方にも優れてるし、国民は勤勉だし、いつか絶対に行ってみたい国。インド。今の日本には強力なソフトパワーもあるから、国籍不明。かつて日本人に備わっていた仕事に対するプライドや、職人的な技術が失われていってるように思う。南アフリカ。日本は道しずる国なんだよ。再生が約束された解決策もきっと出てくるさ。確かに強豪国も簡単な相手ではないだろうけど、何と言っても日本だ。俺は日本の底力を信じてる。フランス。日本は輝かしい未来へと続く独自の道を持ってるの。今更それをなくしちゃうなんてことがあり得る？日本が戻ってくるなんてことはない。だって日本はずっと同じ場所で輝き続けてるんだから。あの人たちの素晴らしい知性を嫌いな人なんていないよ。カナダ。イノベーションは大事。日本には新たなアイデアが必要だとも思う。だけど日本の強みは何と言っても人だから。労働力としての日本人の質の高さは尊敬に値する。ペルー。日本は復活する。というか、今でも民主主義国家では世界第2位の経済大国だし、日本の技術力を考えれば復活は間違いないよ。フィリピン。ぜひとも復活してほしいね。日本の復活は、世界にとってかなり重要なことだから。ブラジル。たった4ヶ月で世界を激変させた、新型コロナウイルス。ビル・ゲイツ氏の予言とも言える警告が現実のものになってしまっています。だからこそ、ビル・ゲイツ氏の、日本は復活を遂げる。日本の未来はかなり明るい。この予言も、現実のものになることを強く願います。